はい、水亀座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。そして本年もどうぞよろしくお願いします。今回は1月全体の、星の動きの説明とタロットをさせていただきます。よろしくお願いします。いつも私前半後半ということで分けて見ていたんですけれども、1月はちょっと旅に出たいので、後半の分が取れないので1ヶ月分とさせていただきます。また旅先でね2月分の動画を撮る予定にしていますので楽しみにしててください。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。ペンタクルスの2、ペンタクルス10、デビル、ワンドエース逆、ワンド8、カップ2、死神逆。はい、気をつけること対策がワンドの2とワンド7とオラクルはソードキング逆です。楽しそうですね、なんだか。はい、そうですね。少し1月の星の話もさせていただきますが、この12月31日が新月だったわけです。でこの新月っていうのは少しなんだか自分たちの役割を考えさせられるとかね、なんかそんな感じです。水亀座さんにとってはお誕生日前なので少しモヤモヤしたりとか、なんか急にこだわりが強くなったりとか、何か必要な浄化っていうものが起きていたんじゃないかと思います。で1月20日を過ぎたらそこからお誕生日を迎える方も出てくると思うんですけど、何か自分自身に光が当たるとか、なんか目覚め始めるみたいな、なんかそんな感じでちょっと明るくなるっていうのかな、何かが始まり始めるよっていう流れになります。そして1月の6日からですね、こう逆行していた火星がちょうど蟹座に戻るので、何か水亀座さんにとってはやっぱりこう日常生活でね、なんか自分の生活を整えないととか、仕事であれをちゃんとやっとかないとみたいな、こう雑務の方に目がいったりとかして、何かやり残したことをきちんと補修していくみたいな形で出るかもしれませんね。ちょっとそうですね。そして、カードで見ると、入り口がペンタクルの2なのでうまくバランスをとってやっていますよ。とても楽しいことも入れながら、やるべきこともやりながらみたいな、単純に言うと仕事とオフのオンとオフの使い方をうまくこなしているのかなとも思いますし、ご自身でもちゃんと自分をコントロールして自分が心地よく機嫌よく過ごせるようにちゃんと自分のバランス取っているのかなって感じがします。そしてこの1月っていうのは何でしょうね、特に1月の後半だと思います。13日以降っていうのは結構物事がねスムーズにこう動き始めるんですね。でこのスムーズに動き始める流れっていうものが、なんだか水亀座さんはこのベースがね整ってくるっていう感じがあり、家の中のことや家族のことやこう自分が安心して活動していけるためのベースが整い始めますっていう形があり、ここでもペンタクスの10というカードが出ていて、なんだか家の中が綺麗になったよとか、家族間の問題がすっきりしましたとか、本当に自分が普段何かの時に頑張れるための土台っていうものがあり、なんかいろんな人と関わってる感じがしますね。友達だったり家族だったり仕事の先輩だったりっていうことで、いろんな人と関わって、それがとても水亀さんの豊かな生活の基盤になりつつあるよっていう感じです。でここに至るまでにやはり何か少しこだわったりとか、モヤモヤしたりすることはあったのかもしれませんが、それを自分で振り切ってますね。ちゃんと振り切ったというか、ちゃんとそれを超えた、自分で超えたって感じがします。これはここでワンドのエースが出ていて、しかも逆位置なので、なんか流れのなんとか誰かが救ってくれたとかではなく、自分で気持ち切り替えたんだとか、自分で行動パターンを変えたんだとか、なんかそんな感じで自分で自分をしっかりと保とうとしている。いいですね、これとても。何かあるんですかね、この皆さんの中で、年明けからよし今年はこうしようと思って決めたルーティンがあるとかね、なんか毎日こうしようって決めた、自分のために決めたルーティン、それがとてもいい感じになってますよ。もしこんなの実は決めましたっていうのがあったら教えていただけると嬉しいですね。早く起きるとかもそうかもしれないし、自炊をするとかもそうかもしれないし、何かねこう冷水シャワーを浴びるとかもあるかもしれないけど、なんかそういう何か自分を律するためのっていうか、自分にとってプラスになることを入れたんだって。でそれはものすごい急激に相乗効果でうまくいってますって感じもあります。要するにこれは何か一つ決め事をすることによって、そこからなんかドミノ倒しのように芋づる式にいいことがつながっていくっていう感じもありますし、または全然そんな自分のためとか思ってなかったけど、やったことっていうのが何かこう奇想天外な形でうまくいったわみたいな感じで、どんどん話が展開していくって感じがするんですね。
まさかこうなると思わなかったこの話がっていうようにどんどん展開していく、なんかわらしべ長者みたいに話がどんどん大きくなっていくみたいな感じがしますよ。これとてもいい流れです。なので何を自分の中で決めたのか、自分のためにどんなことを自分に与えてあげたかっていうのがとっても大事な気がします。小さなことでいいんです。これはそれがどんどん大きくなるから。そしてもちろんご自身の中ではね、なんか決めたからには何かを調整しなきゃいけないしとか、こっちを選んだからにはこれをやめなきゃいけないしみたいなの、そういうのもあるかもしれないし、自分の立場をちゃんと守っていきましょうとか、安定した立場でいられるように配慮してるとか、すごく気を使ってるとかっていうのもあるかもしれないんですけど、そういうのも含め最初の出だしは意図だったみたいな感じ。意図する、自分が決める、こうしたいんだ、こうするって決めることから全てが始まってるよって感じがします。でその延長線上にまた誰かとの出会いっていうものがあり、なんだかとても楽しい人間関係がある感じがするんですよね。そしてここで再生ということで、ダメだと思っていたものが復活する、もしくは一旦なんか平らになって、そこからまた新たに蘇るみたいな感じがありますので、何が蘇っているのかは分かりませんが、とにかくこの1月を通して水亀座さんは自分で自分をプラスの方に持っていくことができるんだなって感じがすごくします。で一旦そうなったら本当にそこからなんか本当ドミノ倒しのようにというかね、いい形の連鎖が起こり、最終的には復活してるじゃないですかみたいな感じがあります。なのでとってもいい流れです。唯一気をつけることとして言うと、でもこれは気をつけることっていうよりもそれぐらいそうなんだなと思うんですけど、オラクルがソードのキングの逆なんですよね。なので本来はもう少し自由に気ままに行きたいんだよねって言ってて、なかなかできなかったところをこの1月はちょっと厳しく、ちょっと自分に厳しくしよう、このルールだけは絶対に自分に守ろうみたいな感じすることによって、なんかすごいプラスにいくって感じがするので、前々からやろうと思いながらやってなかったこととか、いいって分かってるんだけどなかなか着手しなかったこと、できなかったことに関して自分で自分を律するっていうことで、なんかとってもいい風に進む気がしました。はい、ちょっと仕事も見させてください。お仕事ね。ワンドのクイーン、ペンタクルスのページ。いいじゃないですか。ワンドの2、ここで2枚出てますね。なんか自分の中ですごくなんていうか復習というか、振り返りっていうことを、することによって自分の強みを知り、そしてどの分野を伸ばしていけばいいのか、どこが伸びしろがあるのかっていうのをきちんと把握し、そしてそこに焦点を絞ってやっていきますっていうふうに出てるんですね。でそれがうまくいく方法ですっていうふうに言われています。すごいしっかりしてるね。いいです。仕事はちゃんと方向性も決まって、なんか目的も決まってやっていきますみたいな感じです。はい。人間関係も悪くないんですよね。仕事を通しての関係性も悪くないです。なんかね、まだ方向性とかこれでっていう形で決めてるんですけど、それをうまくこのなんか分析というものをうまく活用すれば絶対うまくいくよねっていうのが自分の中でも分かるから、安心してまた携わっていけるって感じがします。ちょっと人間関係見てみますね。人間関係ね。カップの8、エンペラー、カップキングということで、なかなか面白いですね。なんかすごくしっかりされましたねって感じがする。なんか私上から目線で聞こえたら申し訳ないんですけど、なんか振り回されませんって感じもあるし、さっきの全体のところでも自分で決めることによってすごい自分でプラスのように持っていけるっていうのもあるし、さっきの仕事でも自分で振り返ってみて分析してどこが弱いかとかのちゃんと見てそれをやっていくことも出てるし、じゃあ人間関係はって言った時にもなんか情には流されませんみたいな感じもあり、自分の中でちゃんと白黒つけて、前は仲良くできたかもしれないけどもう違うんだっていう人との関係っていうのはちゃんと自分の中で白黒もつけれるし、他者と比べて自分を卑下するってこともしないみたいなね、自分の良さっていうのをちゃんと見ていくよとも出てるし、それでいて傲慢でもなく他者に優しくもできるってなんて素晴らしい人なのみたいな感じがあるので、なんかもちろん皆さんそれぞれ違う状況でいろいろあるとは思うんですけど、
ものすごいこの1ヶ月ですどんだけ成長するんですかっていうぐらい、なんだかすごい成長で頼もしいというかね、素晴らしいなっていうふうに思いました。はい。もう一つ恋愛のことも見てみましょうかね。ちょっと恋愛動画撮れないので。ここでね、カップの2っていうのが出ているので、恋愛も決して悪くはないと思うんでしょ。ペンタクス、エース。ダブルカップ2ですね、これ。忍者ということで、とてもいい出会いがありますね。ありますね。これは。未来のところにカップの2っていうものが出ているので、これからまた1月とかこの年を明けてからね、出会う人なんだと思いますよ。もしかして前からのその友達の紹介とかはあるかもしれませんけどね、出てくると思います。いい出会いが。もし今出会い欲しいですっていう方にとってはいい出会いがあるでしょうし、いやもう今付き合ってますとかいいパートナーですっていう方は、そのパートナーとの関係がもっと強くなる、もっと仲良くなるっていうのかな。お互いの気持ちをシェアし合い、そこに価値を置く、お互いにそれを価値を置いて見ている。そしてなんだかこの関係を本当に大事にしていきたいなって静かに自分の中に収めているみたいな感じがあります。なのでとっても安定してます。めちゃくちゃ良くないですか、この1月。でもそれなぜこんなにいいんですかって言ったら、一番最初の自分でそう意図するからですっていうのがなんかね、自分で作っていく未来なんだって思いますね。素晴らしい。はい、ということでもう一枚最後に引いてみたいと思います。オラクルカード。やっぱ再生するとかね、蘇るっていうのがあるから、何が蘇るんでしょうかね。これですっていうものがあれば、私はこれを蘇らせますっていうのがあれば、それも教えていただきたいですね。水亀田さん、どうでしょうか。これかな。はい、どうですか、このカードを見て何かしら感じることがあれば、皆さんも直感を使ってメッセージ受け取ってみてくださいね。なんかね、やっぱり魂って永遠なのかなって感じもしますよね。そしてこれまでいろんな人生を経験してきた自分の魂っていうものは本当に崇高だし、ハイヤーセルフとかその聖なる直感っていうものを自分で使えますよっていうふうに言われているので、なんか自分で全部律していけるみたいな感じが出てますので、ぜひご自身で望むように自分のプラスになるものを意図してそのような現実を作っていってください。ということでここまでにしておきます。また1月末ぐらいに次の動画アップしますね。今回も最後までご視聴ありがとうございました。ぜひいい時間をお過ごしください。失礼します。